そう小籠包です。はい、塩麹風呂じゃなくて酒蔵に行ってきますでも風呂みたいだったよね、話聞いてるから。このハットがなかなかいい仕事します。なかなかね、なかなかいい仕事してる。和菓子がやっぱり作れそうだ。作れそうです。もしくは小籠包。なんか中華感、ちょっと中華。お部屋に着きました。今回は SK2 さんにご招待いただいて京都に来ております。で、今回宿泊先がシックスセンスということで、お部屋がすごい素敵なのでルームツアーしたいと思います。まずエントランスから入ってきまして、ドローン、すごい落ち着いた感じのトーンなんですけど、すごい素敵でね、ライティングがすごい綺麗なんですよ。こんな感じでベッドの上のところもすごい綺麗だなと思っておりまして、ちょっと可愛いスピーカーがあったりとか、こちらにはウェルカムギフトがあります。すごい嬉しい。これ後で開けよう。で、ぐるっと回りまして、ベッドの左側がこんな感じになっております。なんかすごい洒落た、このレモンはなんか飲み物作るのかな。で、こちらバスルームもすごい素敵でね、こんな感じになっております。こちらにもギフトをいただいておりまして、さっきね CC クリームの噂を聞いて試してみたかったので、すっごい嬉しいです。後で使いたいと思います。あ、これ私いつも空港で買ってたマスク、すごい好きですこれ。で、こっちがねお風呂なんですけど、バスタブあって、さっきから電気をどこでつけたらいいのかわからないっていうのをずっとやってるんですけど、あ、これだ、これじゃない、正解。はい、こんな感じの結構ゆったりしたバスタブで、シャワーもウォーターフォールと両方あります。これかわいいね。でね、お庭がすごい素敵なのを写真で見てたので、バルコニーも出たいな。あ、すごい、とても緑、いいよ。あ、すごい素敵。このテーブルかわいい。こんな感じになっております。エントランスもねすごい素敵だったんだよね。さっき私が気になってるのはこれなの。このハウスメイドソルテッドポップコーン、山椒ペッパーチョコレートチップクッキー、絶対美味しいこれ。あ、スイートポテトチップスだ。食べたい。ちょっとお菓子を食べる前にアンパッキングをしたいと思います。パジャマすっごい気持ちよさそうじゃないですか。ホテルのパジャマあんまり着ないけど、これ着ようかな。絶対気持ちいいと思うこれ。こんにちは。お部屋にスチーマーってありますかね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼いたします。スチーマーが在庫切れということなので、ちょっとシャワーを使ってシワを伸ばしていきたいと思います。これが今日の夜着るトップスなんですけど、ご覧の通り結構シワシワで、見えるかな。あ、こんな感じでシワシワなので、シャワーの湯気でどこにかけるかな。
ちのにしようかな。こっち。お。クラシックな美味しさ。これ何入ってるかな。この色すっごい綺麗な色。あ、すごい木箱。おー、美味しそう。おやつでした。見て。あー、絶対落としたくないけど、これじゃあちょっとカメラで撮ろう。ちゃんとこんな風になっております。すごい美味しそう。ジンジャークッキーチーズサブレ。チーズサブレ。美味しい。そろそろシワ取れてるかな。ちょっとまだだったので、もっとシャワーに近いところに置き直してみました。伸びるかな。こんな感じです。まだちょっとだけシワあるけど、これだったら許容範囲かな。大丈夫かな。これでよし。シャワーを浴びて着替えました。シワ、こういう感じの服だから大丈夫かなと思ってるんですけど、リップを塗ろうかなと思ってて、私の大好きなアディクションのリップライナーでリップを塗っていきます。これ光がみんな見えるかな。いつもね、これぐらいちょっとだけオーバーラインしてるの。このカメラで見るっていうハイリスクなことをやっているんだが、もっと分かりやすいとこあるかな。結構光っちゃうよね。でもこんぐらいやったらいいかな。鏡見るね。上だけちょっとだけオーバーラインします。ヘイリー・ビーバーのメイクしてるメイクさんがこうやると自然なオーバーラインの仕方にできるよって言ってたので、で下は自分のリップの感じで塗ります。でこの輪郭だけ塗って、中はね塗らないでいきます。すごい息止まっちゃう。でリップライナーが終わったので、このジバンシーの大好きなグロスを塗っていきます。すごいんだよ、このツヤが本当にすごい。毎回塗るために感動しちゃう。はい、こんな感じでリップできました。靴は今日はザロー。ディナー終わってお部屋に帰ってきました。お風呂に浸かりまして、これからシートマスクします。楽しかったなディナー。皆さんとたくさんお話ししまして、今日初めましての人もたくさんいらっしゃって、いろんなお話ができてすごく楽しかったです。やっぱこういうツアーに来るといろんな人と知り合えるので、それもすごく楽しみにしてることの一つなんですけど、今回は本当にいい人ばかりで、皆さんすごく楽しい時間を過ごさせていただいております。気持ちいい、このシートマスク。スキンケア終わりました。パジャマね、着替えましたよ、ホテルの。これすごい気持ちがいいです。で、明日は7時15分からフェイシャルがスケジュールに入っているので、今日はもう寝たいと思います。おやすみ。おはよう。これからフェイシャルに参ります。
すごい素敵なお部屋。フェイシャル終わって帰ってきました。セラピストの方がまさかのゴッドハンドの高橋美香さんで、高橋美香さんにフェイシャルしていただけるんですかと思いながら、上がっちゃうと思ってずっと紙面で見ていた本当先輩方とかの世代からずっとゴッドハンドだって言われていた方で、やってもらえる機会なんてないんだろうなと思ってたんですけど、まさかの今日やっていただいてすごかったです。当たり前なんですけど、とても素晴らしい技術をお持ちで、私が言うのもおこがましいんですけど、本当に気持ちよかったです。モーション A からモーション B、 このやりたいところから次のやりたいところのつなぎ目が結構個人差がセラピストの方で出るなと思ってるんですけど、私は高橋美香さんはそのつなぎ目が切れ目がないんですよ。だからずっと気持ちいいみたいな、もうずっと触れてるっていう感じで、ずっと気持ちよくって、痛いんじゃなくてこう流れてるっていう感じ。それなりにプレッシャーはかかってるので、こう痛気持ちいいみたいなことは今まで何回もあったんですけど、ずっと気持ちよくて、でもしっかりほぐされてるなっていう感じがして、本当に感動しました。さすがのゴッドハンドですと思って。で顔もうシュッてなって、行った時と帰ってきた時の顔が別人すぎて、本当にびっくりしました。本当にいい経験をさせていただいてありがとうございましたっていう感じなんですけど、これから朝ごはんを食べに行きたいと思います。今日の私服でございます。これがトム・ウッドのパンツに、これがすっごい昔にイタリアで買ったカシミヤのセーターと、インティミッシミのトップスに、ウルフサーカスのネックレスとジャックムスナイキのスニーカーでございます。おはようございます。おはようございます。先生がいたからね、寂しくないわ。朝ごはん食べて帰ってきました。深見ちゃんと朝ごはんを食べて爆裂トークをしました。いっぱい笑って帰ってきました。でこの後ちょっと時間が空いて、その後にサウンドバスのプログラムがあって、それもすごい楽しみだったんですけど、それがあるので、チェックアウトもあるから、パッキングとかしながらちょっと仕事もしなきゃいけないので、それもしつつサウンドバスに向けて準備していきたいと思います。盛り上がってる。盛り上がってる。今上半期ベストのビデオを撮り終わりまして、データを映してるんですけど、なんと120テイク撮りました、今回は。で今映してて、最初は30分以上かかるってことだったんですけど、42ギガ映しております。でこの中からベストのテイクをセレクトして動画を編集していきます。120テイクから18テイクまでセレクトが終わりました。長かった。そして今日は撮影をずっとしてたのと、パソコンの作業も長くて座ってばっかりだったので、ちょっとリフレッシュがてらみつじと一緒にランニングに行きたいと思います。これから銭湯ワインを飲みに行きます。今日は金曜日で早めの店じまいということで、今3時58分です。
贅沢、こんなに早い時間からお酒が飲めるなんて。ちょっと立ち飲みワインバーに行こうかなと思ってるんですけど、さっきまでランニングしてて一緒にで帽子かぶってたので前髪がなんかもう元に戻せなそうだったのと、あと今日湿気が本当にすごくてどんよりしてるんですけど、パヤパヤするので久しぶりにおでこを出してみました。この辺のくせ毛とかももう全開で主張してる感じなんですけど、まあいいじゃないかたまにはということで、じゃあワインに参ります。おはようございます。風邪をひきました。ものすごく久しぶりに。でもよくよく考えたら最近風邪ひいてなかったなと思って、昔は結構頻繁に風邪をひいていたので、もしかして体強くなってるのかも、ちょっと嬉しいなんて思ってたんですけど、とはいえ久しぶりの風邪はちょっぴり辛いもので、熱はそんなにないんですけど37度1、2ぐらいで、鼻水とあと昨日からちょっとだけ咳が出始めたので、いつも咳が長引く風邪が多いから、今回は咳が長引かないといいなと思っております。で、風邪もひいたことだし、せっかくなら私が風邪をひいた時に使ってるアイテムを紹介したいなと思っておりまして、まずはこちら、はい、ビタミン C です。風邪をひいた時の強い味方でございます。私はリポ C のこのリポソーム化されたビタミンを好んで飲んでるんですけど、リポソーム化されたものの方が圧倒的に体が吸収しやすいということで、せっかく飲むなら普通のやつよりもこっちがいいなということで、私はいつもこれを飲んでおります。私は少量のお水にこれを混ぜてクイッとショットみたいな感じで飲んでるんですけど、そんなに美味しくないです、正直。楽しく飲む感じではございません。なので私は一気にピッと飲んでおります。で、風邪ひきそうだなとか風邪ひいた時はこちらを多めに取っております。続きましてがこちらです。プロポリスの入った喉のスプレーでございます。この直接喉にピピッとやるタイプなんですけれども、前にもこちらのチャンネルで紹介したことがありますが、本当に素晴らしいお品でございまして、私はこちらにアメリカのホールフーズで出会って、で旅先で風邪をひいちゃって、私喉がすごいセンシティブなんですよ。扁桃腺が腫れてすごい高熱が出たりとか、ご飯食べれないぐらい喉が腫れちゃったりとかすることがあるので、日本にいる時は喉がイガイガし始めたらすぐ針の治療に行ったりとかしてるんですけど、でも海外だったので針に行けない、どうしようということで、何かいいものがホールフーズにないかなと思って見に行ったらこちらに出会いまして、すっごいプロポリスです。プロポリス試したことある方はもうご存知かと思いますが、なかなかな香りとなかなかなお味でございまして、私は子供の頃から両親にプロポリスを風邪ひいた時とか与えられて育ったので、馴染みがあるからまだ大丈夫だけど、でも結構なパンチが、あんまりこれやった後人とそんなに喋れたくないなっていう香りがするでございます。だけど本当にこれやると喉がちょっとイガイガして怪しい時とかもすぐ良くなるし、今回の風邪も最初本当に喉が痛かったんです。これはちょっと危ないな、明日針行かなきゃいけないかもなって思ってたんですけど、夜寝る前これやって、で夜中起きた時にもう一回やって、で次の日起きたら今日は針に行かなくても大丈夫そうっていうぐらいまで持ち直しました。声は今こんな感じなんですけど、でも
ここに熱感とか、あと痛すぎてご飯食べれないとか飲み物飲めないとかも全然なくて、本当にこれに出会ってから針の治療に行く回数も減ったし、あとはなんかこうちょっと危ないなみたいな時に本当にお守りみたいな感じで持ってるとすごい頼れるので、喉がセンシティブな方はぜひ試していただきたいです。iHerb とかでも売ってるので、味も香りもなかなかですけど本当に効きます。次がこちらです。ナリンののど飴でございます。かれこれのど飴いっぱい試してきましたが、私はこれが一番効きます。中開けるとこんな風に普通ののど飴みたいな感じなんですけど、さらに中を開けますとこういう感じで1個ずつ包装されてるタイプです。で、甘すぎなくてすっきりしたお味でございます。ハーブエキスとか、あとユーカリとかプロポリスも入っておりまして、さっぱりした感じで、やっぱのど飴ってね、個数が増えるじゃないですか、喉が痛い時とか。そういう時にこう甘すぎてなんかもうちょっとのど飴食べたくないなみたいなことにこれはならないし、私は本当に咳がいっぱい出る時とか喉が痛い時とかこれにずっと助けられてきました。なのでいいのど飴探してるっていう方はぜひチェックしてみてください。次がこちらでございます。お灸シールでございます。こちらも前にこのチャンネルで紹介したことがあるんですけれども、ここに書いてある通り火を使わないお灸ということで、中を開けるとねこういう風になってます。シールのタイプなんですけど、上のシールを剥がして下のシールを剥がしてペッて貼る感じなんですけど、これがじわじわ温まってきて、で私は風邪ひいた時に風邪に効くツボっていうのをネットで調べて、そこにピッピッて貼って過ごしております。生理痛とかがひどい方もその生理痛に効くツボとか、あと冷え性むくみとか、いろんなツボがあるので、ご自身の体調に合わせてこちら活用してもいいかなと思います。私は針の先生に教えてもらって買って、それ以来ずっとリピートしておりまして、で結構私個人の印象は個体差があるんですよ。すごい熱くなるものとそんなに熱くならないものがあって、すごい熱くなるものに当たった時は無理せず、やけどとかすると大変なので剥がしてもいいかなと思っております。いろんな体の不調にもおすすめでございます。風邪だけじゃなくて。はい、ということでこちらで私が風邪の時に頼りにしているアイテムたち以上となります。本当にね、このメンバーがいないと全然風邪の引き方というか悪化の仕方が違うので、出会えてよかったなと思うアイテムばかりなので、風邪に限らずね、なんかいろんな不調みんなあると思うし、それぞれ体に合った形で体と相談しながら試してみてもらえるといいかなと思います。で、今日着てるこの服なんですけど、最近すごいヘビロテしておりまして、スキムズのルームウェアシリーズなんですけど、すごい気持ちいい素材なの。カメラで伝わるかしら。すごいトロトロの素材で、パンツも似た感じの素材。こっちの方がちょっとだけ厚みがあるんですけど、さすがスキムズでシルエットがね可愛いんですよ。この首の詰まり方とか肩の落ち感とか、あとパンツの太さとかパンツの落ち方とかもすごい可愛くて、合わせる小物によっては外にも全然着ていけるかなっていう感じです。飛行機とかもこれすごい快適に乗れるんじゃないかなと思っております。私は前回のシドニーで買ったんですけど、あまりの気持ちよさに線もねロンティ買ってて、あともうワンセット買えばよかったなって思うぐらい気持ちが良くて気に入ってます。今日みたいな体調が悪い時とか、あとなんかテンション上がらないなとか、今日はちょっと甘やかされたい気分だなみたいな時にこれ着るとすごい優しくてふわふわな気持ちにしてくれるので、最近よくこれを着ております。日本からだとネットでも頼めるので、もし興味がある方ぜひチェックしてください。これ私サイズいくつだろうな、この辺に出しておきます。で、風邪をひくとなんだか顔がパッとしないので、このディオールのアイマスクと、あとは肌が私風邪ひくと毎回荒れてニキビできちゃうんで、友達がまたこれを買ってきてくれたのでこれを貼りたいと思います。お、こんな風になってんのか。こんな感じです。おお、すごいひたひたじゃん。ディオール柄、気持ちいいこれ。はい、
こんな感じです。すごい気持ちいい。こういうの久しぶりにやったけどやっぱり気持ちいいね。これ朝とかやったらすごいむくみとかも取れて良さそうで、こちらはニキビに貼っていきます。なんかこんな風になってます。どうやってやるんだっけこれ。こうやって、あ、そう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 。こんな可愛いビジュアルなんですけど、結構効くんですよこのニキビパッチ。これすごいね。なんか時間かかりそうだなこの人。とね、ここあんま見えないかもしれないんですけど、なんかすごいのができそうなんですよ。なんか内側でフツフツしてる感じがあって心配。早めの対策をということで、ちょっと角折れちゃった。まあいいか。はい、できました。風邪だけどテンション上げたいねの回でございます。この星のやつは日本から買えたかわかんないんですけど、日本からも買えるいいニキビパッチがこちらで、これもすっごいおすすめです。めっちゃ効くし、あとはちっちゃいサイズと中くらいのサイズと大きいサイズ、多分3種類ぐらいサイズがワンパックの中にあるので、その時のニキビに合わせてサイズが使い分けられるし、あと透明ですごい目立たないので、ちょっと職場とか学校とかにもつけていきやすいかなと思います。でニキビも本当にすぐ治るから、いいニキビパッチ探してるっていう方は是非そちらもチェックしてみてください。